ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONESマスカラライブパフォーマンス、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回もリクエストありがとうございます。ものすごくリクエストが多かったマスカラで、今回も YouTube バージョンを見て歌声分析をしていこうかと思ったんですけれども、その YouTube バージョンの下にですね、ライブパフォーマンスっていう動画があって、SixTONESのライブってめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。どうせなら今回はライブバージョンを見て歌声分析をしていこうって思ってですね、ライブパフォーマンス動画の方をピックアップさせていただきました。そしてこのライブの会場がですね、なんと僕の地元新潟のですね、ライブ会場なんですよね。ときめっせっていうところなんですけど、これがねすごく嬉しかったですね。そんな気持ちでですね、歌声分析を今回もしたわけですけれども、いやー最高にかっこいいですね。やっぱり SixTONES ってミュージックビデオはもちろんかっこいいんですけど、ライブになるとさらに魅力がですね爆発的にアップしますよね。歌声もですねものすごくアグレッシブさを感じますし、もう本当にねテンションが終始下がることはありませんでした。もうテンション上がりすぎてね、何喋ってるか分かんなくなってしまった部分もあったりで、ちょっとね独りよがりになっちゃった部分もあるかもしれないんですけど、歌声についてはねもう全力で分析しました。そんな感じでですね、どこよりも丁寧にそして細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、是非動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONESマスカラライブパフォーマンス歌声分析 GO！ うわっ、やっぱりねジェシーさんの声最高ですよね。すごく厚みがあって大人っぽい声質ですよね。でそこに息の音が混ざったウィスパーボイスを使った色気のある歌声で、声質についてなんですけど、男らしい大人っぽい声質っていうのは肺の中の空間、胸腔共鳴、こちらの響きがですねメインになった歌声です。胸で男らしい雰囲気を作って、色気を鼻の鼻腔共鳴、こちらで作ってますね。鼻の鼻腔共鳴はですね、声の音色をコントロールしたり、高い声を出す時のですねアプローチを作り出すポイントです。もう一回聞いてみましょう。ありきたりのあのところでこういう音が出てますよね。すいません、今日ねちょっとランニングをした後に撮影をしてるので喉がちょっとねガラガラしててあまりいい音が出ないんですけど、これだ、この音、この音、これエッジボイスっていうテクニックでですね、フレーズの頭だったり息継ぎをした次の音の前、こういうタイミングで使われることが多いです。エッジボイスを入れることによって切ない雰囲気だったりね、そういった感情を歌声に込めることができます。次いきますよ。やっぱり英語の部分の発音が素晴らしいですよね。子音の使い方がものすごくいい意味で変わるので、その言葉だけポンと浮き出てきたような、そんな雰囲気がします。もう一回聞いてみましょう。あとはストーリーのところでちょっと声量を上げて歌ってますよね。少し声量を上げたこともその単語がね、さっき言ったポンと浮き出てきた要因の一つかなとも思います。次いきますよ。いいね。
色気がムンムンな歌声ですよね。松村さん。ライブ映像だと実際に歌っている時の顔の表情も見れるからすごくいいですよね。前の SixTONES の歌声分析動画でも言ったと思うんですけど、声の感情の雰囲気っていうのは顔の表情に結構比例するんですよ。比例っていう言葉の使い方が合ってるかどうかわかんないですけど、明るい表情で歌うと明るい声質、悲しい表情で歌うと悲しい声質っていう風にですね、顔の表情の感情がそのまま声に乗るっていうかね。で、今の松村さんはこうなんかうつろな表情っていうかね、それがそのまま声に乗ってる感じがします。もう一回聞いてみましょう。ね。そんな感じしますよね。で、この松村さんの声はですね、鼻の中、鼻腔共鳴、こちらが中心になってるかな。松村さんもジェシーさん同様、鼻で色気を作り出してますよね。いやー、いい声だ。次いきますよ。いいね。いじけてばかりで。ここでちょっと喉の奥を広げているんですよね。最後のワンフレーズだけ大人っぽい声質をチョイスしてます。喉の空間を広げることによって胸腔共鳴の響きが増えるんですよね。胸腔共鳴の響きが増えるということは大人っぽい声質だったり男らしくてかっこいい声質、こういった声になってきます。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、最後のフレーズだけちょっと声質が太くなりましたよね。これは喉を広げてるからこういう声になります。次いきますよ。いいね。あ、なるほどね。ここはコーチさんと森本さんがワンフレーズずつ歌いつないでいく感じね。コーチさんがかなりね、奇抜な感じの髪型で、僕ね、今ね、びっくりしちゃいましたけど。で、前半のコーチさん、一つ一つの音を短く切るテクニック、スタッカートをかなり強めに使ってます。スタッカートを入れることによって、フレーズ全体に歯切れの良さだったり、躍動感が出てくるんですよね。で、それとは対照的に森本さんはですね、全体的に一つ一つの音を伸ばすような感じで歌ってますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、コーチさんが分かりきっていたみたいな感じで音を切って歌うのに対して、森本さんが変わりきってしまったみたいな感じで躍動感を表現したコーチさんと全体的な雰囲気を柔らかいニュアンスで歌い上げた森本さんっていうね、正反対の感情表現かなっていうふうに思うんですけど、この対比した表現がまた聞き応えバッチリですよね。次いきますよ。わ、いいね。なるほどね。ここで2人で歌うことによって盛り上がった雰囲気を表現しているポイントですね。やっぱりね、2人で歌うことによって声の音圧、これが上がるんですよね。実際ライブ生で見た方はですね、多分この声の音圧の変化をダイレクトで感じることができたと思うんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいね。いや、僕のね、地元でのライブっていうことでね、やっぱりなんかね、こういうライブ映像を見ると、SixTONESのライブ行ってみたいっていう気持ちが強くなっちゃいますね。次行きますよ。うわ、一回ここで止めます。最初歌い出した時の京本さんの歌声がですね、話しているんじゃないかっていうぐらいすごくナチュラルな雰囲気を感じました。僕話すように歌うっていうかね、これね、僕歌のね、究極の境地だと思うんですよね。やっぱり自分が歌に込めたい感情を伝えるためには話すっていう部分を大事にして歌った方がいいと思ってるタイプなんですよ、僕は。その話すっていう部分からかけ離れてしまうと感情が伝わらない歌になってしまって、どれだけ歌を話す、ここに近づけることができるかどうかで相手に伝わる。それが究極の感情表現なんじゃないかなっていうふうに思っているんですけど、京本さんの今の歌い出しはまさに僕の理想のですね、歌い方でした。もう一回聞いてみましょう。ほら。
最高ですね。で、かなり低い音域だと思うんですよね。この京本さんのところだけじゃなくて、京本さんの前に歌ったコーチさん、森本さん、松村さん、ジェシーさん、全員が歌った音域がそうなんですけど、めちゃくちゃ低いんですよ。でもその低い音域をですね、しっかり色気のあるフレーズに仕上げているSixTONESの歌の実力やばいですよね。で、今ここの部分まででちょっと気づいたんですけど、低音の声の出し方についてなんですけど、全員こう喉をこういう風に広げて低い音を出してますよね。ここから想像するに、SixTONESはグループでボイストレーニングを受けてんのかな。だとしたら納得なんですよね。低い音の出し方を同じ先生にみんなが習う。低い音は喉を広げた方が色気も出るし、声も出しやすいし、みたいなトレーニングだったとしたら、すごく納得って感じです。もしかするとこの2021年、SixTONESはメンバー全員で同じ先生に習ってたのかもしれないですね。次いきますよ。いいね。やっぱ低音域を歌うっていうことで、男性特有の色気がものすごく出ますよね。すごくセクシーで大人っぽい声質っていうかね。で、京本さんの声の特徴としては、鼻の使い方がですね、めちゃくちゃうまいんですよ。で、今のところはですね、喉をしっかりと広げて歌っているので、声も大人っぽくなってるし、声の厚みもすごいし、本当に素晴らしい声ですね。もう一回聞いてみましょう。で、京本さんの得意技だと思うんですけど、音を伸ばすフレーズ、ロングトーンって言うんですけど、ロングトーンのところで、ラララこういう風に音を徐々に大きくするクレッシェンドをしながらビブラートをするんですよね。これがね、すごく引き込まれるんですよね。ものすごいテクニックです。次いきますよ。うわ、かっこいい。一回止めますね。いやー、サビのメロディーめちゃくちゃかっこいいですね。で、このギターを弾いてる振り付け。これもね、めちゃくちゃかっこいいですね。このすごく切ない雰囲気がたまらないですね、マスカラ。もう一回聴いてみましょかっこいいね。マスカラもすごくリクエストが多い楽曲の一つだったんですよね。もうストタンの皆様のリクエストは本当に素晴らしい楽曲ばかりで頭上がらないですよ。本当ありがとうございます。リクエストは随時お待ちしてますのでぜひねコメントでリクエストしてくださいね。次いきますよ。このね上昇音階がいいですね。どんどんこうね鼓動が速くなるようなこう盛り上がり感っていうかね。うわーかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。タラタタタタタタみたいな。こう、うわっとこうね、上がっていく感じがもうドキドキしちゃいますよね。次いきますよ。あ、なるほどね。全員で歌ってると思ったんですけど、3人ずつ歌い分けてんのか、ここは。なんか、二回し目のサビの声の雰囲気が変わったなと思ったら、3人ずつなんですね。なるほど。前半がジェシーさんと京本さんと田中さん。で、後半が松村さんと森本さんとコーチさん。この3人でやってんのか。雰囲気がね、ガラッと変わりますね。もう一回聞いてみましょう。いいね。こういったパターンのサビもあるんですね。いやでもね、僕は正解だと思う。ここまで魅力的なメロディーで雰囲気を変えるってね、ものすごくかっこいいですよね。で、曲の展開もね、こう色が変わったかのような雰囲気もしてくるし、いやー、表現力のバリエーションがすごい。次いきますよ。あ、ここからブリッジみたいな感じか。なるほどね。い
いやー、曲の展開も楽しいですね。次から次へとね、新しい雰囲気のパートが出てきて、サビ終わりからね、聴いていきましょうかね。うわ、いやー、ここで感情大爆発ですね、京本さんのね。京本さんの歌い方の特徴としては、感情がこう入ってくると、裏声にこうひっくり返すようなテクニックがですね、多くなってくるんですよ。多分ね、ストタンの皆さんは気づいてるポイントかと思うんですけど、なななーみたいな。多分感情を込めると、こういうテクニックが多く入ってくるのかな、京本さんは。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。様をみたいな感じのテクニック入ってましたよね。僕もね、昔はね、京本さんみたいな感じだったんですよね。歌い方としては。感情が入ってくると、今言ったテクニックをね、結構自然とフレーズに入れちゃうって感じだったんですけど、ボーカルグループやってる時に、そこを強制されましてですね、前ほどできなくなっちゃったんですよね。だからね、京本さんの歌い方僕めちゃくちゃ好きなんですよね。今月中に京本さんのソロの方の楽曲の歌声分析も動画公開しようと思ってますので、ぜひね、公開されたら見てくださいね。次いきますよ。いいね。こうね、ザクザクとこう音符が並んでいるようなかっこいいフレーズ。前半のフレーズは割とこうスタッカート多めに入れて、さっき言ったザクザク感を出して、後半はですね、そこまでスタッカートを入れてなくて、一つ一つの音を大事に歌ってる。こんな感じかな。もう一回聞いてみましょう。貫いたみたいな感じで一瞬シャウトボイスが入ってましたよね。こう喉の仮声帯っていうところを使ってあーって音を出して歌うテクニックをシャウトボイスっていうんですけど、やっぱりこのテクニックも強い感情を込めたい時に使うパターンが多いですね。いやー、たまんないですね。次いきますよ。いいね。いいね。やっぱ田中さんの声ってものすごくワイルドでかっこいいですよね。で、田中さんの声についてなんですけど、音色をコントロールする鼻腔共鳴、こちらをあまり使わないんですよね。じゃあどこがメインなのかっていうと、口の口腔共鳴、こちらなんですよ。で、口の中の響きを中心にして歌うと、本来持っている声の魅力っていうのが歌声に乗りやすいです。で、本来持っている声の魅力って何かっていうと、日常的に会話をしている声、これですね。で、結構ラッパーとかは口の中の空間をメインで使う人が多いんですよね。やっぱり口の中っていうのは言葉をクリアに発音するために非常に重要なポイントだったりもしますので、口腔共鳴をメインで使う人が多いと思うんですけど、田中さんの場合それがですね、めちゃくちゃかっこいい声になるんですよね。ラップのかっこいい声質成分が歌声でも発揮されてるっていうかね。もう一回聞いてみましょう。で、フレーズ自体は、メロディーがついてるんですけど、言葉がすごく速いフレーズ。だから、田中さん的には、これね、おそらくなんですけど、ラップの延長っていう感じで歌ってんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。超かっこいいですね。次いきますよ。かっこいいね。最後は二人でハーモニー見つめ合って歌う。これね、かっこいいですよね。やっぱりライブ映像だとリアクション動画みたいな感じになっちゃいますね。すごい楽しいです、今。もう一回見てみましょう。いや、今のポイントなんですけど、田中さんってリズム感が恐ろしいほどいいんですよ。リズム感がいいっていうか、声にかっこいいリズムを乗せるテクニックが抜群にうまいんですけど、そこに対して京本さんのハモリ、田中さんと同じリズムの捉え方でハーモニーを作ってるんですよね。いや、これはすごいですね。ものすごいチームワークです。さすがストーンズですね。次いきますよ。うわ、
おおおごめんなさい。すごいね。びっくりしてテンパっちゃいました、今。前半のジェシーさんの声がすごくソフトで優しい声質だったじゃないですか。そこを今ね、解説しようと思ったんですけど、途中からすごい力強い声になったから、ちょっとね、びっくりしちゃいました。で、今の柔らかい声についてまず説明しますね。ここではジェシーさん、声をですね、後ろに引いたようなイメージで歌っています。声を出す方向のイメージですね。これは後ろに弾くとすごく柔らかい声になって、前に飛ばすように歌うと強い声になるっていう声の性質があります。この声を出す方向を変化させることによってジェシーさんはですね、歌声の雰囲気を作ってるんですね。もう一回聞いてみましょう。ここで止めますね。ここから声が盛り上がってきますんで。すごくソフトな声ですよね。で、ここでは地声ではなくミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使ってますね。だからすごく高い音域なのに囁いてるんじゃないかっていうぐらいソフトな声質に仕上がってるじゃないですか。これ地声だと無理なんですよね。どうしてもパワー感が出てしまうので。でもミックスボイスを使うことによって体に力を入れずに声を出すことができるんですよ。恐ろしいほど高等テクニックです、この声は。さあ、盛り上がった声、次聞いてみましょう。いいね。で、さっきミックスボイスの話をしたんですけど、今聞いたところはですね、地声に切り替えてるんですね。地声に切り替えると、やっぱ声にパワー感乗ってくるじゃないですか。ミックスボイスで高い音域を柔らかい雰囲気で表現して、その後は同じぐらいの音域を地声に戻すことによって盛り上がっている感じを自然に表現しているジェシーさんの凄さ。もう一回聞いてみましょう。で、後半はパワーの強くなった地声にシャウトボイスを足すことによってさらに力強さを表現してますよね。めちゃくちゃかっこいい流れですね。次行きますよ。いいね。ジェシーさんが力強く盛り上げた後に京本さんのセクシーな歌声。この流れもいいですね。もう一回聞いてみましょう。でね、最初に言おうかと思ったんですけど、京本さんのこの髪型めちゃくちゃかっこよくないですか？いや、いいな。実はね、次の水曜日に僕、美容室予約してるんですよね。もうガラッと雰囲気変えようかと思って、パーマとかかけちゃったり、カラーとかもね、入れようかと思ってるんですよね。かっこつけようかと思って、今せっかくダイエットもしてるから、もう思い切ってガラってイメージチェンジしてみようなんてね、思っちゃって。でも京本さんの髪型かっこいいな。悩んできました。京本さんの髪型を真似しちゃおうか、それとももともと予定していた髪型にしようか。多分もともと予定していた髪型にするとは思うんですけど、どう変わったかね、楽しみにしていただけたらと思います。次いきますよ。わあ、いいね。今のコーツさんのこれめちゃくちゃかっこよくなかったですか？転調した後のこれがね、なんか流れ的に僕はすごくかっこいいなって思っちゃって、もう一回ちょっと見ましょうよ。めちゃくちゃかっこよかった。ほら、かっこいいね。裏ピースかな？僕もなんかでやろうかな。次のストーンズの歌声分析のサムネがね、これになってるかもしんないですね。もしね、こうなってたら、あ、鶴さんやったなって思ってください。鶴さんやったなっていうコメントがね、多くなりそうですけど、もしかしたらね、これやるかもしんないですね。さあ、じゃあ転調したサビ、聞いていきましょうか。かっこいい。なんかね、転調してすぐ来るのかなと思ったらサビが一瞬なんかこうためがあったじゃないですか。このねためがねすごくいいですね。来ると思ったけどあれ来ない、あ来たみたいな。伝わりますこれ？僕今ねすごいテンション上がってるからなんか勢いで話してる部分も多くなってきてるので
独りよがりの動画になってしまったらすいません。でもね、すごく楽しいです。ちょっとためんとこからもう一回いきますか。いいね、いいね。毎回思うんですけど、このね、大サビで一番のかっこよさを持ってくるっていうのがね、SixTONES の素晴らしいところの一つかなっていうふうに僕思います。曲の最後まで楽しみがね、続くっていうかね、これすごくいいですよね。次いきますよ。あ、やっぱり3人ずつですね、サビ。今のところが森本さんと松村さんと京本さんの3人か。で、こっからジェシーさんと田中さんとコーチさんが歌うのかな。行ってみましょう。あれ違うな。あれ違うな。後半はジェシーさん、田中さん、コーチさんと松村さんが前半に引き続き歌ってるって感じか。4人で歌ってるんですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。あ、一人オクターブ上で歌ってるんですね。オクターブっていうのはドレミファソラシドの下のドと上のドの音関係。この場合だと通常のサビのメロディーのさらに高い同じ音で歌ってるっていうこの音関係。これをオクターブって言うんですけど、だからメインのメロディーを3人で歌って1人がオクターブ上に行ってるっていう歌割りなんだな、これは。だから4人で歌ってるんだ。なるほどね。次いきますよ。なるほどね。ナイスロングトーンですね。最後のところで全員で歌って爆発力を表現してるんですね。わあ、めっちゃかっこいいね、これね。で、こっからエンディングかな。エンディングの始めから聞いていきましょう。うわお、ちょっと待ってくれ。この美しいハーモニー。上ハモリがジェシーさんで、メインが京本さんかな。もう一回聞いてみましょう。聞いたらわからなくなってきたぞ。なんか、メインで歌ってるのが、ジェシーさんかな？オクターブ上が京本さんかな？これぜひ、ストタンの皆様、コメントでフォロー解説お願いします。いずれにしろね、ものすごくかっこよくて美しいハーモニーですよね。二人でハモってるとは思えないぐらい、ハーモニーが熱いんですよね。これは素晴らしいですね。次いきますよ。ジェシーさんのフェイクタイムが来ましたね。エンディングフェイクめちゃくちゃかっこいいですよね。フェイク始まりから聞いていきましょう。ほうで終わっちゃいましたね。ただね、今のフェイクめちゃくちゃ難しい音を使ってたんですよね。イエーイ、こういう感じの流れなんですけど、今ちょっと音が上がりきっていないように聞こえた音が1個だけあったと思うんですよ。イエーイ、ここですね。この音をブルーノートって言われて、ジャズとかでよく使われる音なんですけど、あえて正しい音から少しだけ外して歌うっていうテクニックなんですよ。テクニックっていうかフレーズか。この音をね、しっかりと表現するジェシーさん、すごいですよね。僕ね、このブルーノート大好きなんですよ。こう、音が合うか合わないかの、こう、瀬戸際っていうね、そういったスリリングな雰囲気がして、超大好き。次いきますよ。これは SixTONES のお箱のワンフレーズずつ歌いつないでいくポイントですね。おそらく。ちょっと森本さんの歌い出しから流してもう一回見てみますね。これね、楽しみなんですよね、僕。こうね、本をこう早くこうペラッペラってめくってるような、そんな雰囲気が僕はね、めちゃくちゃかっこいいと思うんですよ。このワンフレーズずつ歌いつないでいくポイント。さあ次はコーチさんからかな。今ね、映像で見えてますけど。いきますよ。いやー、
最高の締めですね。いやー、めちゃくちゃかっこよかったです。以上、SixTONESマスカラライブパフォーマンス歌声分析はここで終了です。いや、今回ストタンの皆様からリクエストいただいたマスカラ最高にかっこいいですね。やっぱり SixTONESの良さって幅広い音楽ジャンルをしっかりと最高にかっこいい雰囲気までクオリティを上げて歌ってくるっていうところだと思うんですよ。で、今回のマスカラもジャズっぽい雰囲気じゃないですか。ここをね、最高にかっこよく仕上げていますよね。いや、もう本当に素晴らしいです。そしてね、僕の地元のライブ会場でのライブの動画っていうことでね、ものすごくテンション上がっちゃいました。新潟に来てくれてありがとう、SixTONESってね、思いました。これからも SixTONES全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。